京都のリストランテ木村筒井です。今日は冷製パスタを作ろうと思います。食材はハモと、きゅうりです。きゅうりやっぱり水っぽいので、これをなんとかソースにできないかなと思ってちょっと工夫しましたんで、もうきゅうりだけでも十分美味しく、水っぽくならないパスタができましたんで、ぜひ皆さん作ってみてください。よろしくお願いします。じゃあまずはハモです。頭を切りまして、これ大きめのハモなんで、半分あればいいと思います。ハモは一番中サイズが一番よく好まれます。骨がやっぱり大きくなると太くなってきますんで、大きいものはあんまり好まれないです。でも大きい方が味がやっぱり濃いんですね。ですんで僕たちは大きいものをもらって、骨切りするようにしてます。やはり京都はハモがいいのが入ってきます。最近でしたらもうハモ骨切りになっているものをスーパーで売ってますんで、骨切りされてるものを買ってきてもらったらいいと思います。今骨切りちょっと挑戦してみようかなって思う方は、ちょっとタオルを濡らしていただいて、ちょっと濡れたタオルを用意してもらったらいいと思います。であんまりその奥に置くと切りにくいので、少し手前に置いてもらって、この骨をよくジャリジャリという、よく言うのはこの切ってる音がシャリシャリと2回なったら切れてるっていう感じです。これぐらいあれば今日はいいと思います。で今日はハモ大きいので、これを一度半分に切ります。小さいハモでしたら切ってもらわなくてもいいです。ちょっと大きいサイズは一度半分に切った方がいいです。で移しまして塩をします。両面してください。でこのまますぐ焼いてもいいんですが、このまますぐ焼くとちょっと塩がはぜてしまうんで、今から焼くんですけれども、ちょっとこれを一度冷蔵庫に入れといて、塩をなじましてもらってから焼いてもらう方がいいですね。これ一旦10分ぐらい冷蔵庫入れます。じゃあ続いてきゅうりのソースですね。できゅうり今日は普段やっぱり青臭いので、やっぱりきゅうりって水っぽくて青臭い、その2つを解決するために考えた方法を取ります。今から加熱しますんで、きゅうりこれ6本ぐらいあるんですけど、これぐらいでも多分十分だと思います。まずこの上の方が硬いんで、ここ取ります。ちょっと塩をまぶしてもらって、このイボイボを取ります。ちょっと残ってると刺さった時痛いんで、1本ずつこうやって取っていただいてもいいですし、まとめてちょっとザラザラ転がしてもらってもいいですけど、1本ずつやってもらった方が確実です。で一度洗います。
で洗ったものを一回拭いていただいて半分に割ります。でやっぱりきゅうりの水っぽいところってまずはこの種の部分ですね、ここがやっぱり水っぽいので、ここが残ってるとやっぱり全体的な部分でも水っぽくなって美味しくないです。ですのでまず半分に割っていただいて真ん中の種を取るっていう作業をします。小さいスプーン等を用意してもらってこういう形で取ってもらったらいいです。小さいスプーンなければ、大きいスプーンでしたらこの逆に柄の方を使ってもらって柄の方で取ってもらってもいいです。で皮は剥きません。皮剥いてしまうと美味しさももちろん減りますし、見た目もしっかり緑がある方が見た目も美味しそうなので皮は剥かずに使います。種取りました。で今度はこれを薄く切っていきます。多少薄い厚いあっても構いませんので、できるだけ薄く切ってもらった方がいいですね。なぜならこの後にこのきゅうりを青臭さをなくすためにきゅうりを炒めます。あんまり分厚いとなかなか火が入ってくれないので、できるだけ薄く切ってくれる方がいいです。スライサーで吸ってもらっても全然構いませんが、手を切らないようにだけ気をつけてもらったらスライサーでやってもらっても構いません。じゃあきゅうりスライスできましたんで、これを少しきゅうりが入る大きいボウルに移していただいて塩します。でこれを全体を混ぜてください。でこれ今何をしてる作業かと言いますと、水分がやはりきゅうり多いので脱水しないと、水っぽいソースになってしまいます。ですので今これ塩を浸透させてきゅうりから水を出します。ラップして水が出てくるまで冷蔵庫に入れておいてください。10分20分ぐらいは水が出てくるのに置いておきたいです。じゃあ先ほどのハモに塩をしたものがちょっと塩が中に浸透してますんで、ちょっとこう水分がちょっと出てきてます。でこれを今日は焼きます。今日は網の上で焼きます。フライパンで焼いていただいても全然構わないです。今日はバーナーで焼きます。皮が反ってきますんで、ちょっと押さえながら焼いてもらうとさらにいいです。でバーナーがない方はガスコンロで焼いてもらってもいいですし、大きさを適宜に切ってもらって落としですね、いわゆる茹でたボイルしたハモにしてもらっても結構です。でハモじゃなくても構いません。僕はハモが今の時期京都でやはりよく出回るんでハモにしておりますが、他の白身魚でも全然結構です。あとは青い魚でも大丈夫ですね。アジとかサバとかもよく合うと思います。これぐらい焼いてもらったらいいですね。反対側は焼かなくていいです。ハモは
よくあんまりお刺身で食べることないと思うんですけど、まあ炙りだとかそういうものは食べると思うんですが、やはり皮がちょっと硬いので、皮だけ火を通してやったら反対側は白身で淡白なので、反対側は焼かない方がいいですね。でこれを切ります。じゃあ焼いたハモを、一口大ぐらいに切っておきます。今日は冷製パスタでパスタの太さも細いので、少し小さめに切ってあげる方が合いやすいです。裏はもう生です。これぐらいが一番ハモの甘みを感じれて一番いいです。じゃあ今日はきゅうりのソースを少しあさりのだしで伸ばしますんで、あさりのだし取っていきます。あさりを鍋に入れていただいて、白ワインと水を同量、で加熱してください。で今日は昆布を少し入れておきます。これで沸かしていきます。で沸騰したら少しアクを取っていただいて、だいたい20分から30分炊いてもらったら、あさりからもう出汁が全部出ると思います。じゃあ沸騰してきましたんで、ちょっと軽く混ぜていただいて、最初だけアクが出てきますんで、アクを取ってください。でも昆布は温度が上がっていくと少し苦みが強くなると思いますが、それ苦みというよりもうまみが濃くなっていると思っていただいたらいいので、もう取らなくていいです。そのまま入れたまま炊いてください。弱火にしてください。でポコポコ沸かしながら出汁を取っていきます。あんまり沸かすと水分なくなってしまいますんで、これぐらい沸いてたらいいです。これで2、30分かけてあさりの出汁取ります。最終的にこれをこしますんで、砂が入ってればそこで取れますんで、砂抜きされてないものを使ってもらっても全然いいです。じゃあこれ先ほどの使用したきゅうりですね。今でだいたい15分ぐらい経ってます。見てもらったら分かると思いますけど、水分が出てます。できゅうりもびちゃびちゃになってます。でこれを絞ります。これ思いっきり絞ってください。もう一回絞っただけでこれぐらい水分出ます。でこれを絞ってやることによって出来上がりのソースが水っぽくなくなります。皆さんがされるときは一回ざるに全部あげてもらったらいいです。全部きゅうりをざるにあげていただいて、残っているものを絞ってもらった方が簡単です。僕はちょっとこの水分の量を見てもらうためにわざとここから取って絞りました。これぐらい残ってますね。でこれはもう今日は使わないです。じゃあこれを炒めていきます。フライパンにオリーブオイルを入れてもらって、きゅうり入れます。でここで初めて火をつけてください。塩はもう入れなくていいです。先ほど塩をしてきゅうりの水分を出してますんで、全体を広げるような感じで
一度オイルを全体に絡ませながらフライパン全体に広げる。最初は中火にしていただいて、そうするとこの水分が蒸発するようにフライパンがじわじわ音が鳴ってきます。で音が鳴ってきたら少し弱くしてください。目的はきゅうりを香ばしくするのが目的ではなくて、水分を蒸発させながら青臭くないように加熱するっていうのが目的なので、あんまりこう中火から強火で炒め物をするっていうイメージよりは、弱火のどちらかというと弱火に近い火力で広げながらきゅうりの水分を飛ばしていく。で火が入ってくると少し緑が鮮やかになって濃くなってきます。でどれぐらいまで炒めたらいいのっていうことになると思うんですけど、見た目ではあんまり分かりませんので、色目的には少し色が濃くなってきて透明な感じになってくると思うんですが、少し食べていただいたらいいです。食べていただくと青さが飛んで、加熱されてればもちろんきゅうり自体も中まで熱々になってますし、もう青臭くないです。これを一度揚げます。で今熱々なので、少し広げて粗熱を取ってください。じゃあきゅうりの粗熱が取れましたんで、これをミキサーに入れて回します。これを潰します。なかなかすぐスムーズに回らないと思うので、一回混ぜていただいたらいいと思います。でここで回すのにやはり時間がかかるんで、最初にできるだけスライスを薄くした方が後々すぐ回ってくれます。じゃあ一度見てみましょうか。これぐらい。これでまだ少し粗いんで、もう少し回したいです。ここでできるだけ滑らかになってる方が後でパスタと絡めた時に綺麗に絡んでくれます。そうです。じゃあ見てみます。これぐらいは滑らかにしてほしいですね。多分この緑色見てきゅうりって多分思う人いないと思います。すごい綺麗な色になってると思います。でこれをそのままソースにします。だいたいスプーン山盛り2杯ぐらいで 1,2 枚ぐらいだと思います。で少し食べていただいて塩味見てください。多分塩味だいたいもうここで効いてると思います。最初のきゅうりにした塩でだいたいもうちょうどになってると思いますので、足してもらう必要は多分ほぼないです。もし塩足りないなと思ったら足してもらったらいいです。今日ここにちょっとコク出しのアンチョビ、少しでいいです。ペースト状にしてます。入れていただいて、先ほどだしにしたあさりですね。先ほど取ったあさりのだし、これを少し混ぜます。
でアンチョビちょっと少し先に溶いていただいてから全体を混ぜてもらっていいです。すごい色きれいでしょ。で最終的にここで味見てください。で今日は冷製なのでこれを氷水に当てておきます。できゅうりソース作っておいていただければ何か焼き魚のちょっと下に敷いたり、お肉に添えてもらっても全然美味しいと思います。お漬物の味でお肉食べるような感覚で食べてもらえると思いますので、たくさんある方がミキサーでも回しやすいと思いますので、少しだけやるとミキサーが空回りしてしまうので、ある程度たくさんやってもらった方が作りやすいと思います。じゃあ今日は冷たいパスタなので、細めのパスタにしてます。今日はスパゲッティに選んでます。生麺があれば生麺の方がいいですね。僕たちは基本生麺しか使わないので生麺でやりますが、乾麺でしたらそうですね、カペリーニとかがちょうどいいと思います。きゅうりのソース言っても味が繊細なので、あんまり太いパスタよりは細めのパスタで食べていただく方がいいと思います。でこれ茹でていきます。冷製パスタの時はあんまりアルデンテに揚げてしまうと今度冷やした時に硬くなってしまうので、どちらかというと芯が完全になくなったところまで茹でていただいてから冷やしてもらったらちょうどいい食感になるって思ってもらったらいいですね。ですね、表記がある何分茹でてくださいっていうものがあれば、1分ぐらい長く茹でていただくか、あまりにも細いパスタでしたら1分は茹でると今度伸びすぎてしまうので、カペリーニぐらいでしたら、30秒ぐらい長く茹でていただいたらいいと思います。じゃあそろそろいけそうなので茹でたものを、今熱々なので、少し流水をかけていただいて粗熱を取ってもらったらいいと思います。でここであんまり冷やしすぎると今度麺が締まってしまって味を今度中に入れてくれませんので、一旦粗熱だけ取ってもらったら軽く押さえていただいて水気切ります。で水気切れたものをソースの中に入れます。であとはもう混ぜていただいて、でここで一度食べてください。でここでソースがちょっと硬いなと思ったら先ほどのあさりだしを入れて伸ばしていただいて、で仕上げにオリーブオイル入れます。少しでいいです。じゃあ盛り付けていきます。ちょっとこういう風に持っていただいて余分なパスタがポトッと落ちてくれるぐらいが一番ソースの濃度としてはいいです。で少しソースかけてあげて、先ほどのハモです。ちょっと全部のせようと思うと落ちてしまうので、最初にお皿に持っておいてもらっても構いませんし、ちょっと周りにのせていただいて
置いてもらってもいいですね。で今日はそこにこれお店でよく使うんですが、若い桃のピクルス、今日はきゅうりをスライスして真ん中の種の部分をくり抜きました。ちょっとこういう形にしてあげると面白いです。で今時期なので海ぶどう、あとは彩りに何かあれば、ちょっと今日はしそを散らしますが、彩りのものがあればより美味しそうに見えます。これウイキョウの花です。で僕たちレストランは晴れの日に使われることが結構多いので、今日はウニ用意しました。今日はこれ無添加の北紫ウニですね。塩しっかりしてもらって、お醤油を指でちょっとお寿司屋さんがよくやってるような感じです。しっかりしてあげる方が美味しいですね。カラスミ削ってもらったりイクラ乗せてもらっても全然構いませんし、ハモが十分美味しいのでハモとキュウリだけでも大丈夫です。はい、完成です。青臭くないでしょ。でもなんとなくこうしっかりなんだろうって考えたら、キュウリって言われたらキュウリやなみたいな。多分ウニと食べてもらったらちょっとよりリッチな感じでコクが多分加わると思います。だからちょっと生っぽい感じで仕上げる方がハモの甘みってそれぐらいの火入れの方が一番甘いんで、そういうの目指してるんですよ。いえ、こちらこそありがとうございます。